お、事故ってる。はい、パーキングエリア入ります。結構止まってますね。新潟県の高速道路北陸道の栄パーキングエリアです。かなり雪降ってますので他の方も休憩されています。パーキングエリアの駐車場内は融雪装置がありますんで全然雪は積もってません。これすごいですね。マッシュのミラーがガチガチに裏凍ってます。反対側もまとわりついてます。バンクの部分も氷の膜で覆われています。車体下も氷がまとわりついてます。これガソリン入れるところなんですけど、もうガソリンタンクのこういうところにも氷がびっしり張り付いています。びっくりした。いやすごいですね。どの車も氷がまとわりついてます。今パーキングエリアの電光掲示板で高速道路の状況を見たら問題なかったんですけど、視界が悪いのと注意報大雪雷着雪出ています。なのでここのパーキングエリアで雪止むの少し待ちます。富山県を出発してでこの北陸道ずっと北上してきました。で現在新潟県の栄パーキングエリアです。で北陸道はこの新潟市内まで続きます。でその後に日本海東北道に変わります。もうせっかくなんで高速道路の一番端まで行ってみます。それではいただきます。ごちそうさまでした。まだ雪降ってますんでもうしばらく様子見ます。現在バッテリーなんですけど、このエコフロの二重バッテリーパワーシステム 50% ぐらいだったんですけど 79% まで回復しました。これ自分実はこの充電レベルを 80% まで上限にしています。そうした方がリチウムバッテリー長持ちします。なので設定の上限に達してリミッターが効いたんだと思います。このシステムめちゃくちゃいいですよね。全てのリチウムバッテリーに欲しいシステムです。今回トイレはマルチルームにラップも仕込んでますんでどこでも車中泊できます。あとこの時期夜中寒いんでショーでしたらもうこっちのマルチルーム使えます。しばらく休憩して雪止むの待っていたんですけど、もう日が暗くなってきました。でまだ降ってますね。もう行きます。目的地までは距離があります。日が落ちて吹雪も吹いて視界がやばそうだったらどこかパーキングエリアで車中泊します。高速道路に入る前にコンビニで保存食たくさん揃えましたんでこちらで調理します。現在外気温は4度、中はFF ヒーターキャンピングカー専用の暖房をつけていたんで20度と快適でした。切っときます。出発前にこのミラー凍ってんの取っときます。屋根は全然積もってないんでこれで出発します。はい、再出発します。これはちょっとダメですね。走行できないですね。そのうちこれ通行止めになりそうです。しかもですね、このバックミラーモニター、これ寒すぎたらたまに暗くなって見えなくなるんですよね。後ろも見えなくてかなり危険です。もう次のパーキングエリアに避難します。なんとか無事パーキングエリアに到着しました。いやー疲れました。もう北陸道は端まで来て日本海東北道にありました。
まもなく高速道路の終わりです。道路なんですけど、結構シャーベット状態でよく滑りました。マッシュはリアがダブルタイヤで FR 後輪駆動になります。で、2です。普通に走ってるだけでもシャーベット状態なんで、後輪がちょっとドリフトに入る挙動っていうんですかね、そういうのがありまして、もうハンドルを修正してまっすぐ走っていました。視界も悪くて、そういったハンドルも修正してたんで、もう本当に気も冷やしました。少し走行しただけなんですけど、またミラーの裏にはこんな感じで氷がべっとりついてます。ヘッドライトにもこんな感じで雪がまたりついて、視界がかなり見えにくくなってました。この前側バンクの部分やフロントは雪でコーティングされているような感じです。サービスエリアの駐車場はもう一面金世界ですごい綺麗です。駐車場のラインが雪で全く見えないんで、今から Google マップで検索して止めておきます。まずは車中泊のセッティングしていきます。フロントウィンドウなんですけど、昨日はこの外にかけるカバーですね、こちら使いました。で、今日は中やってみます。で、明日の朝なんですけど、氷点下下がるみたいなんで、一応もうサイドブレーキじゃなくて、このパーキングに入れて輪止めしておきます。この輪止め結構優れもので、こんなにコンパクトなんですけど、パカッて開いて、で、あと中のこの折れ曲がったやつを立てると、これで輪止めになります。はい、外はこれで OK です。一瞬だけなのに、もうこんなにも雪がまたついてます。これは明日の朝もかなり積もってそうですね。ようやくなんか落ち着きました。しかしやっぱりあれですね、雪国走ってると四駆のキャブコンが欲しくなりました。リアが滑るような挙動があったんですけど、四駆なら全然違うんでしょうね。それでは車中飯なんですけど、コンビニで全て揃えました。こちら大好きな炭焼き鳥のパックですね。これと麻婆豆腐合わせて焼き鳥麻婆丼にします。ささっといただけるようにご飯はもうレトルトをチンします。そしてこちら野菜ですね。これもコンビニで売ってましたんで、これも一緒に炒めて入れます。IH 調理器とフライパンで調理していきます。この麻婆豆腐なんですけど、ひき肉入りです。いや、これどんな味するんでしょうか。今回試作してませんので初めて食べます。それではいただきます。
ごちそうさまでした。なんか寒かったんですけど、すごい辛くて汗が出てきました。ピリ辛で美味しかったです。今回洗い物はスプーンだけですね。あとは換気扇を取って窓閉めたら完了です。今現在の注意報なんですけど、大雪、風雪、雷、波浪、着雪となんか増えてますね。昨日の車中泊のように朝起きたら雪が積もりすぎてドアが開かない可能性ありますんで、この入り口付近のドアの雪の限度と周りの状況を確認しておきます。あ、少し積もってますね。10センチか15センチぐらいです。はい、大丈夫と思うんですけど、一応スコップで入り口だけ雪のけときます。もうフロントウィンドウ半分ぐらい雪で埋まっちゃいました。マッシュはこのバンクが結構張り出してるんで、もうこれ以上はフロントウィンドウ雪積もらないと思います。屋根もそんなに積もってないんで大丈夫と思うんですけど、昨日もこのぐらいだったんですね、寝る前は。でも朝起きたらえらいことになってました。明日の朝は早めに起きます。いや、体冷えました。それではパジャマに着替えて歯磨きして寝る準備していきます。明日はいよいよ北陸最北に到達します。どんな景色なんでしょう。行ったことない場所ってワクワクします。それではおやすみなさい。おはようございます。外はまだ薄暗いですね。毛布のおかげですごいあったかかったです。二重にすることによって空気の層ができたり、外の空気が全く入ってこないんで段違いでぬくかったです。布団と毛布を積載できるスペースがあるキャンピングカーならシュラフより断然この組み合わせですね。エフェヒーターの排気口大丈夫でしょうか。ちょっと確認しておきます。あ、大丈夫そうですね。先着替えてきます。さあちょっと外の様子軽く見ていきます。うわ、またすごい量の雪が降り出しました。前はまあまあ積もってるんですけど、少しスペースありましたんで、もうこのまま前に行ったらいけそうですね。少しだけ除雪後でしておきます。うわ、フロントウィンドウがえらいことになってます。バンクからですね落ちた雪がフロントウィンドウにも積もってかなりの傘あります。手のひら1個分ぐらいの傘ありますんで15センチはありそうですね。もうミラーもこれ取らないと走行できないですね。何も見えません。こんな少ない面積のところにもこんなに積もってます。
もうバンクの上落とした場合ですね、また押してきて視界が見えなくなる可能性があります。走行する前に屋根の雪もできるだけ下ろしておきます。このサービスエリア駐車場の横の広場がこんな感じで公園になってるんですけど、ここが雪化粧で一面銀世界、めちゃくちゃ綺麗です。この公園の椅子がえらいことになってます。かなり積もってますね。これが元の椅子の位置です。木も完全に凍りついてます。この面積の少ない木の枝にもしっかり雪が積もってますんで、これ一気にダーって雪が落ちてきそうですね。車内戻って簡単に朝ごはんだけいただいてすぐに出発します。朝ごはんは手軽に火を使わずにさっと食べていきます。このカニカマと卵とツナでサラダ巻き作っていきます。で、キュウリが欲しかったんですけど、キュウリは売ってませんでしたのでなしでいきます。ご飯は使わずに今回はパンで作ってみます。なのでもうサラダ巻きパンですね。ちょっと巻いて切るのが少し難しかったです。6枚切りの食パンだったんで、もっと薄い8枚切りとかだったらうまく巻けたかもしれません。どんな味なんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、さっきからね、外がまた降り出していて、今日もすごい積もりそうです。ここ結構海側なんで積雪は少ないと思ったんですけど、さすが新潟ですね。ほんの一瞬なんですけど、すごい積もりました。それでは雪落としていきます。前がすごいですね。もうバンパー真ん中ぐらいまで来てます。これはちょっと後でスコップで抜けます。これすごいですね。もうバンクの真下まで雪が覆って、フロントウィンドウは多分何も見えないと思います。こっちから見るとこんな感じです。このバンクの屋根のやつが落ちてきて、ここに積もってる感じですね。で、取っていきます。お、かなり気持ちいいですね。簡単に落ちていきます。こんだけ雪がたくさん降るとワイパー逆に上げなくてよかったかもしれないですね。じゃあこちら伸ばしてルーフの横の方も落としておきます。おお、すごいな。今回すごいなこれ。しゃあ、じゃあ反対側も落としておきます。これ以上はもう落とせないんで、また今日もはしご登って落とします。今日の屋根の上はどんな感じでしょうか。おお、今日も
すごいですね。まず手前側から屋根が見えました。こっちも落としていきます。昨日よりはまだ閉めてないですね。これまた屋根のルーフベント、換気扇見えるまでだいぶかかりそうですね。よいしょよいしょ。あ、少しルーフベント見えてきました。うわ、すごい量やな。よいしょ。はい、一旦これで屋根はよしとしましょう。どうでしょうか。これでいけそうですね。これ前ももうそのままいっちゃいましょうか。昨日よりは重たくないんで、このマッシュ肉リアダブルタイヤ FR、 そしてスタッドレスタイヤ仕様、こちらの雪密走破性を確かめてみます。止まっちゃったらまた雪のけます。綿目も忘れず取っておきます。よいしょ。やっぱあれですね、このフロントシェード中にすると結露がすごいですね。このサイドウィンドウも結露でびっしょりです。とりあえず運転席はタオルで拭いときます。今回吸水タオルではなくて普通のタオルなんで結構水弾いちゃいますね。はい、これで出発してみます。はい、じゃあ高速合流します。うわ、道路がガタガタアイスバーンなってます。これギアが軽くダブルタイヤなんですごい。おお、このわだち怖いですね。ちょっとこれはかなり危ないな。ちょっとゆっくり行きます。おっと、これは止まってるかな。渋滞してます。これはちょっとやばいかもしれないですね。道路が凍っててめちゃくちゃ滑るんですよね。逆にちょっとこの超ノロノロほぼ止まってる状態なんですけど、こっちになってくれてよかったです。料金所来ましたね。まだ高速道路通行です。今は日本海東北道ですね。はい、料金所抜けたらアイスバーンのわだちがなくなりました。よかったです。いや本当にもう結構神経使いますね。あれはもう本当ちょっとずれたらすぐ滑って横にぶつかりそうになるんで、本日3回目の肝冷やしました。はい、終点に来ました。朝日まほろばインターチェンジです。ここが北陸で高速道路バイパスで来れる一番北になります。すぐ近くに道の駅あるみたいなんで一旦そこに行きます。無事到着しました。もう一面白銀の世界です。近くに山もありますので
ここの道の駅もかなり積もりそうですね。高速道路で来れる最北の地はこんなに雪深いところだったんですね。もうすぐで山間部に入る手前の平野部なんですけど、すごくのどかで適度にお店もあって、今度ゆっくり観光してみたいですね。そして雪質もだんだん湿った雪からサラサラに変わってきた気がします。高速道路の終点ということで、大型トラックの方もたくさん集まれています。ここが道の駅のショップですね。お土産屋さんもあります。もう通る道がこんな感じで一人分しかありません。膝ぐらいまで雪が積もっています。メインの駐車場はやはりしっかりとした融雪装置があるんで、雪が全然積もってません。ここの融雪装置めちゃくちゃ元気ですね。よく飛んでいます。雪がすごいふわふわで飛び込みたくなるんですけど、この下ちょっと何あるか分かんないんでやめておきます。ここの道の駅は温泉併設ということなんですけど、なんと温泉スタンドがあります。初めて見ました。このホースから温泉が出るんですね。ということはこれタンク持ってくれば家でも温泉楽しめます。60リッター100円です。ここの温泉はかなり湯量が豊富なんでしょうね。体も冷えて入りたかったんですけど、高速道路結構渋滞で時間がかかってしまったんで、もう先お昼にします。うわ、散乱している。アイスバーンでかなり晴れたんで散乱しています。お昼ご飯なんですけど、コンビニの食材まだ余ってますんで調理していきます。今回はこのおにぎりでオムおにぎり作ります。さあちょっと偏ってしまったんですけど、うまく巻けるでしょうか。レタス余っていたんで一緒に食べます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー、今回コンビニだけの車中飯だったんですけど、車内で調理すると楽しいですね。今から温泉行こうと思ったんですけど、お風呂は夜にします。で、この町のスーパーに行って食材買ってきます。北陸の最北の地の町はどんな光景なんでしょうか。そしてどんな食材がスーパーに並んでるでしょうか。楽しみです。それでは安全運転で再出発します。うわー、すごいな。山に街並み、平野部、すべて雪で覆われていて、綺麗さと北陸のすごさを感じます。ありました。魚六。さっきガソリン入れたんですけど、その時に店員さんが教えてくれたおすすめのスーパーです。いやー、しかし街中なんですけど、お店も結構ありました。この景色やばいですね。もう見てるだけで癒されます。ガソリンスタンドの店員さんに地元で採れるおすすめのお魚も教えていただきました。魚六村上東店です。
ここなんか魚が多いみたいです。そういえば初日も動く寄ったんですけど、魚のレベルが桁違いでした。新鮮なお魚が並んでいます。あ、これですね。店員さんが言ってたやつ、塩引き鮭っていうのが美味しいらしいんですけど、これはちょっとでかいな。しかもこんな感じで吊るされてるんですね。ちょっとこれはハードル高いんで別のにします。新鮮なお魚買ってきましたんで冷蔵庫冷やしておきます。あ、完全に雪止みましたね。せっかくなんで山の方行きます。今はここですね。新潟の北の方です。すぐ近く、ここ山ちょっと入ったところに関川村というのがあります。ここに行ってみます。そこはどんな光景なんでしょうか。楽しみです。出発する前に今回車尺旅2日目で感じたことなんですけど、北陸道の高速道路は怖いです。キャンピングカーでの走行はかなり運転技術が必要だなと感じました。今回2日間の走行距離なんですけど、今日が168キロ、昨日が271キロなんで合計439キロ。この2日間で高速道路400キロ以上走って6件ぐらい事故見ました。次は自分かとヒヤヒヤしました。キャンピングカー乗りたての方は走行しない方がいいと思います。高速道路は道路が凍ってるんですよね。そして私にうまくはまらないなどで滑る挙動があり、ハンドル修正だ、反対に切るステリング操作がいります。もうね、全然下道の方が楽です。山道はまだ走行してないので今から楽しみです。というか一瞬で天候変わってまた降り出しました。雪が大丈夫ですかね。とりあえず行ってみて、やばかったらどこかでもう車中泊します。走行予定のルート上に大雪警報が発令されています。警報いけるかな。様子見ながら安全運転で行ってきます。